それでは昨日折った赤松の枝ですね。この辺りに節が固まってます。これを割っていきたいと思います。刃は食い込みますね。今度節のとこ行ってみましょうか。こんな感じで砕けますね。刃もしっかり入っています。今の巻き割りで刃先のチップはないですね。手斧を何度も使ってきて、この刃先のチップについて感じることは、巻きの硬さというよりも、巻きについてる砂とか、巻き割り台についてる砂、それに刃先が当たってチップするように思います。ですので、巻き割りするときには、たわしとか、あとブラシですね。そういうものを一緒に持っていくと良いと思います。よく現地に小さな砥石を持っていくという方もおられますけども、それ以前に刃先をチップさせないことの方が得策なように感じます。販売価格は570円です。送料が590円です。その梱包の状態がこれです。それでは開封していきます。怖いですね。この角が飛び出してますね。絵はプラスチックですね。で、ゴムのラバーがついているというものです。そして今回これを買ってみたいと思った理由なんですけども、刃が薄いんですね。それほど強い鋼材ではないと思うんですね。これ、100均のヤスリです。鉄のヤスリですね。削った時の滑り具合ですね。これから焼きは入っていると判断できます。そして現状は尖ってはいます。ただ尖っている向きですね。微妙にまっすぐではなくて波を打ってるんですね。そのあたりをダイヤモンドヤスリで調整して、ストレートなラインを出して、それから本格的な研ぎに進んでいこうと思います。いつもながらの紙ヤスリを使います。まず今まで使ってきた斧で割ってみます。次に今回購入したばかりの研いでない状態ですね。これで割ってみます。こんな状態ですね。食い込みましたけども入っていかないですね。これをこれから研いで切れるようにしていきます。これから100均のダイヤモンドヤスリで刃先を整えていきます。
今この光ってるところをヤスリで削りました。面ですね。面を削ってこの面の歪みを取りました。刃先のとんがりの部分ですね。そこの揺らぎもだいぶ解消されています。反対側ですね。反対側、ここが大きくへこんでいます。それ以外は面が整えられています。あとはこの刃先をもう少しダイヤモンドヤスリで尖らせて、そして紙ヤスリに移っていきます。今だいたい1時間ぐらいダイヤモンドヤスリで整えていたんですけども、だいぶ刃がとんがってきました。この後紙ヤスリで研いでいきます。その前に刃の食い込み具合を確認したいと思います。それではダイヤモンドヤスリで刃先を整えただけの斧ですね。先端は尖っています。これで刃の入り具合を確認してみたいと思います。それではこれから研ぎの作業に入っていきます。台は少し高さを出してあります。3センチぐらい浮いた状態で作業すると楽になります。使用する耐水ペーパーは400番から始めます。それをガムテープで貼り付けてあります。研ぐ方向なんですけども、こちらですね。こちらがわかりやすいです。と言いますのは、角度を決めると、その角度でずっと削れていくんですね。ですから、自分がどこを削っているかが把握しやすくなります。例えば、立てると刃先になりますよね。寝かせると面の方を削るようになる。または、この、ハマグリ刃の膨らんでる部分ですね。そこを削るようになる。そういうようなわかりやすさがあります。そして今、こういう風な動きをしてますけども、それはこの刃先のカーブですね。あとこの斧の膨らみですね。それをよく把握して、それに対して対応するように、刃先に対応するように動かすと、そういうイメージを持ちます。こうですね。
そうするとなんとなく光ってるのがわかると思うんですね。これが研げたところですね。これを見ますとまだ先端は光ってないのがわかります。そうすると角度が今の角度だと刃先は当たってないということになるので、刃先を削りたければもうちょっと立てる必要があるということになります。で、刃先も当たってきたのがわかると思います。つまりこの角度で刃先が当たるようになったということです。そしてあとは具体的にこの辺当たってないな、こういうのを判断します。それはストロークがちゃんとここまで正確に来てなかった、そういうような判断もできるということです。この辺はまだ刃が当たってないですかね。これはこの刃の歪みがまだ解消されていないということになると思います。この辺りの刃先に白い部分があります。これは面があるから白く光っています。他はほとんどないですね。ここだけですね。紙やすりを貼るときは引っ張ってなるべく貼るように、たわまないように貼ります。そして800番がなかったので1000番に飛びます。とりあえず刃先が尖りましたので、あとは面を大事に研いでいきます。次は2000番いきます。ここにチップしたところがあります。少し刃を立てて研ぎます。次3000番いきます。今回は安価な斧を購入してから初めて研ぎましたので、この面の歪みですね、これを緩和すること、そして刃先を研ぐこと、この2点に集中して研ぎを
行ってみました。そして今回は2度目です。また400番からこの側面も研ぐということで、刃先も研ぎ直しました。そして3000番まで紙やすりで研いで、そしてストロップですね。もう一つ昨晩研いだものですね。これは切れます。昨日折った赤松の枝です。それをまた折ってみたいと思います。